はい、完成しました。タイマーストップ。このぐらいのシンプルな仕様だったら、全然こういう速度で作れちゃうっていう、本当にすごい時代になってきてるなっていう感じ。はい、こんにちは、ペピです。今日はですね、かなり趣向の異なった動画を撮ってみようと思うんですけど、普段今アプリとか開発するときにもう AI と一緒にコードを書いていくっていうのは当たり前の景色になりましたけど、意外と非エンジニアな人だと、その実際に AI 使ってどうやって作ってるのかとか、あと、どのぐらいの速度でできていくのかっていうのを、そういう過程を見る機会がないみたいなんで、今日はこの動画で AI と共にアプリを作ってる様子をノンストップでお伝えできたらと思います。で、ただ作るって言っても誰にも使われないようなアプリを作ってもちょっと面白みがないんで、今日は事前に視聴者の方からリクエストをもらってて、それをもうなるべく短時間で作るっていうタイムアタックをしたいと思ってます。そういう企画です。じゃあ早速いただいてたお題の方をお見せしますと、こんな感じに来てます。ショート動画制作のためわざわざ画面録画をしているので面倒。画面録画中に通知が来たらやり直しになるので、秒数を指定して該当箇所を切り抜けるようにしてほしいと。これ一応背景事情みたいなのを解説しておくと、ショート動画ってわかりますかね。いろんな動画配信者だったりとか、そのゲームの配信だったりとか、雑談でも何でもいろいろありますけど、そういう大元の動画のハイライトみたいなところを切り抜いて、でそのショート動画にして別の方がまたアップするんですね。ファンみたいな方が。でそうするとショート動画なんで、より多くの人が見やすい形になってて、短時間でよりその知名度の発展につながるみたいな、最近だと政治系の動画だったりともショート動画で拡散するみたいなことがメインになってますね。でそれどうやって作ってるかっていうのは僕は知らなかったんですけど、画面録画をしてると、ダウンロードしてうんぬんとかじゃなくて、YouTube の再生画面とかを画面録画して必要なところを切り取っているみたいです。でその録画中に確かにパソコンの通知とか来たら不要なものが混ざっちゃうんで、面倒だと。でアプリとかで秒数を指定して何秒から、動画のこの1分から例えば1分10秒みたいな秒数を指定して、切り抜けるようにしてほしいという、そういうアプリが欲しいというリクエストでした。これね、結構試しに作ってみるにはちょうどいい、なんというかサイズボリューム感だと思ってて、今日これから実際に作ってみたいと思います。で、使うコードなんですけど、クロードコードを使います。でただ作るって言ってもちゃんと時間を計って、で実際どれぐらい早く作るのかっていうのを計測したいと思うんですけど、一応レギュレーションとしては僕このリクエストをもらった後その後はもう一切このことを考えないようにしてて、で要は考えちゃうといろんなその設計とかどう作ったらいいかっていうのを事前に時間を計測してない範囲外でいろいろ進めちゃうんで、ことを頭の中で。なんで僕はこのリクエストに対して今のところは何もイメージを膨らませない状態になってます。で、これからタイマースタートして作っていくんですけど、一応ルールとしては開発というかコードができた後もそのアプリを実際にここで動かして、で要件が満たされてるっていうのを確認したところでタイマーを止めたいと思います。じゃあもう早速スタート。
いや、プロンプト適当に今、ザクッと書いてみたんですけど、多分このぐらいの要件だったらワンショットで全然こんぐらいでいけちゃうと思いますね。で、はい、こんな感じで、譜面のところは今はクラウドコードが聞いてくれるんで、技術パック聞かれたんで、裏は Python にしてみます。一応なんか解説みたいなところしていくと、クラウドコード起動したときに、一つオプションを足してて、で、それは、本来このクラウドコードでいろいろ進めていくときに、ファイルの書き込みだったりとか、あと、コマンドの実行っていうのはいちいちこう、聞いてくるんですね。で、ちょっと今、もうプランができたんで先にこっち済ませますけど、こんな感じで作りますというふうに、提案を受けます。一旦これでもうやってみましょう。で、さっきの解説の続きですけど、オプションを一つ渡してて、それをつけると、本来はクロードが毎回、これやっていいですか、あれやっていいですかって聞くところをもう全部OK というふうに、聞かなくていいよっていうふうに、明示するオプションになってます。で、それ何がいいかっていうと、こうやって使いの前に、座ってて、で、すべてこう、動きを監視しているような状態だったら、単純に承認していけばいいんですけど、そうじゃなくて、離席する場合だったりとか、あと、同じパソコン上でも別の作業をして、一時承認がめんどくさいって時はもう、そのオプション使っちゃって、もう、自動でやってくれというふうに言うことが多いです。でも、どんどん今コードが生成されている状態で、今一応プランは、クロードコードの MAX プランを使ってます。2倍だったのとりあえず今は、それで、プロプランっていうのもあると思うんですけど、プロプラン、MAX プランの中でも、通常の、レトリート、その使用可能な量の5倍まで、5倍と20倍がありますので、20倍だとより多くの使い放題ができるっていう感じですけど、今のところ5倍のプランでやってます。ちょっとクラウドのプロプランだと少し少なすぎるかなっていう。もうちょっとできつつありますね。はい。今、アプリが裏で起動してて、その起動すらもこのクロードコードがやってくれてるんですけど、で、これがUI になってます。本当にイメージ通りですね。YouTube の URL ここに入れて、で、開始時間と終了時間入れて、で、これを押した時に本当に動画が作れてるかって話ですけど、で、サンプルでこう自分の動画を入れてみて、で、1分から、ちょっと1分10秒とかで、これはあれですね、多分ライブラリが入ってないんですけど、一応そういう解決すらも AI にやらせていくっていう。なんか次は通ったっぽいですけど。また次のエラーが来たんで、それも自分で解決させずに、どんどん、エラーが出たらそのエラー文とかを
フロードコードに投げて、セルフで解決させるようにします。ちょっとまだエラーが続きますね。これはもうさっきと同じエラーですけど。お、これはどうかな？来たのかな？これで開いたときにその該当動画の1分から10秒のところが切り抜かれてれば成功ですけど。自分でもちょっと前までは想像してなかったんですけど、最近の AI の動向を見て必要な機材だと思って買うことにしました。で、この動画ではそのあたりをお話しできたらと思います。端的に言ってしまうと AI エージェント、自分でもちょっとこれ答えが正しいのかどうかが自分でわかんないでこっち見てみます。1分からですけど、最近の AI の動向を見て必要な機材を想像してなかったことにしました。で、この動画ではその最近の AI の動向を見て必要な端的に言ってしまうと AI エージェントでこの動画ではその買いたい話できたら、ちょっとこの人によって言ってしまうと AI エージェントに対する解像度がそれぞれ合ってますね。1分からちょうど1分10秒、ちょっと11秒になってますけど、それは些細な問題だと思うんで、ということでタイマーストップ。11分17秒86というタイムが出ましたけど、はい、こんな感じでいかがだったでしょうか。もうこのぐらいのシンプルな仕様だったら全然こういう速度で作れちゃうっていう。昔だったらこれも数時間かかるとか、あと実際にこれをみんなが使えるようにするまでっていうのはもうちょいかかりますけど、もうその一人だけが使うようなソフトだったら別にこれでも事足りるわけなんで、本当にすごい時代になってきてるなっていう感じに思ってます。ということでね、このアプリもこの後そのリクエストくれた方に提供できたらと思います。それからこれシリーズ化してどんどん自分だけしか使わないかもしれないけど欲しいみたいな、そういうアプリをこの形式でタイムアタックでどれだけ早く作れるかみたいなことをシリーズでやっていきたいと思ってるんで、もし何かリクエストありましたらコメント欄で教えてください。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。